ータラズです。今日はね、また再び ER34 スカイライン ER34 のね作業やっていきます。今日はね、内装インテリア関係をねちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど、パネルはねずっとアルカンターラを貼ってたんですよ。見たらわかるんですけど、赤いねアルカンターラね貼ってたんです。まあね、日に焼けちゃって、赤ってすげえ日に焼けるよね。だからちょっとこれをねまた変えたいなっていうのもあって、ちょっとやってみたかったことがあったんで、それをねちょっとチャレンジしてやってみようと思います。まずはねアルカンターラ剥がしていきましょう。そうすると糊がね残っちゃうんでね。だからね糊はね灯油で取ることにしました。後で出てくるんですけどね、灯油バケツに入れてね、それに浸しておくとね結構取れます。どんどんねアルカンターラ、日に焼けたアルカンターラをね剥いでいきましょう。本当に日に焼けてひどいでしょ。赤ってなんでこう日に焼けんだろうね。本当に車のボディもそうだしね、すごいですよね赤ってね。あとはね灯油に浸して、であとはね歯ブラシでこすればどんどん取れてきます。灯油なんでね、ゴム手袋、ニトリルとかね、しっかりね、つけてください。特殊なね、訓練を受けてる俺はね、本当にバッチリ手が荒れました。本当に。灯油舐めてると手荒れますからね、きっちりね、手袋履いてください。歯ブラシでこすればね、糊はね、綺麗に取れました。あとはね、灯油なんで、パーツクリーナーで最後きっちりこう灯油をね落としてあげないと、塗料の糊とかね良くない場合もあります。色をね弾いちゃう場合もあるんでね、しっかりねパーツクリーナーで洗って、そしてまた最後にね洗剤でスポンジでねゴシゴシ洗ってください。そしてまた油分をねきっちり、灯油の油分きっちり取ってください。そうしないとね塗料弾きます。パネルはねシルバーにしたんです。この後にイージーグラフィック、これをやるんですけど、カーボン柄にしたかったんですけどね、シルバーに塗装したんです。密着炉を吹いてね、その辺のシルバー塗ったんですけどね、本当に後々ね黒に塗り替えました。はっきり言って黒の方がいいです。でイージーグラフィックに必要なシート、そして定着剤ってあるんですけど、 Amazon にねイージーグラフィックとか水転写っていうので調べるとね、 Amazon にこのスプレーが出てくるんですよ。これはね絶対に買わないでください。これは用途が違います。俺も買って失敗しました。あれは買わない方がいいです。でね、日本のメーカーのやつがあるんですよ。定着剤はねちょっと高いです。3000か4000ぐらいするのかな。でね、シートもね日本のメーカーのやつと、あとバングッドで買った安いやつもあるんですよ。これはねすごい安い、200-300円で買えます。一巻きで、この日本のメーカーのやつはね高かったな。1メーター ×4 メーターで8000いくらします。高級な方です。でね、スプレーはねもう、買った時点でやってみたんですけどね、全然ダメでした。 Amazon の方はね全く意味がないからね買わないでください。でね、今回はねこの定着剤、これがやっぱり大事みたいで、これでこの高級なシートと、あと安いシート使えるのかどうか、ちょっとねこれもね検証してみます。でね、転写したいパーツをね合わせて、まずはカットします。大きめにカットしてください。本当に大きめに、でかすぎんじゃねえぐらいでもね全然大丈夫です。こうやってね大きめに、ほんと2回り3回り4回りぐらいでかいのね、そんぐらいにカットします。でこのシート裏表があるんですよ。綺麗にツヤがある方とこのツヤがない方、これどっちか分かんなくてね、で最初はね光沢のある面をこの水に浸す方ってしてやってみました。どっちか分かんなかったんですよね。イージーグラフィック初めてやるもんで、やってみたかったっていうのもあるんでね、とりあえずね
光沢の面をね、下にして、水に浮かせる面にしてね、やってみます。そしてね、説明書によると、マスキングテープで四方を囲うそうです。これによって溶け出した柄、溶け出したシートが、こう、なんていうのかな、これによってこう囲われるそうです。これ大事みたいですからね、マスキングテープ。しっかりしてください。で、シートを伸ばすようにマスキングはね、貼った方がいいです。コツは伸ばすようにこうシートをね、マスキングね、貼ってください。でね、水温はね、28度以上。暑すぎてもダメなんでしょうけど、これね、ほんと大事です。28度以下になると、この、ね、シートが溶けないらしいです。Hey Siri. Hey Siri. Siri. Hey Siri. Hey Siri. 90秒のタイマー。タイマーを1分と30秒にセットしました。これね、大事ですから、普段ね、シリとの信頼関係しっかりね、築いておいた方がいいです。90秒ね、言い直してきますから。でね、水にぬるま湯に浮かべて90秒。高級のスプレーをですね、使います。さっきのね、Amazon で買った方じゃなくてね。で、裏表これわかんないんで、わかんなかったんで、まずね、綺麗な、光沢な面をね、水面に浮かせてやってみてます。そう、これで合ってんのかやと思ってさ、うんともすんとも馴染みも何もないし、でね、やってみましょう。転写させてみましょう。ほら、溶けないでしょ。溶け出してないじゃん。あれと思って。ちげえのと思ってさ、また多めにね、スプレーかけてます。定着剤かけてます。これでやってみます。結構ね、この時点でたっぷりかけたんだよね。そう裏表逆でした。これ反対にすると分かったんですけど、そうするとね、ヌルヌルしてきます。なのでこの光沢がない面、これをね、水面に浮かせるみたいです。だから逆だったな。そう、マットな面がね、そうヌルヌルしてくるんですよ。溶け出してくるっていうのかな。そしてこの光沢がある面に定着剤をつけると、その模様がこの転写されるっていう寸法ですね。なのでね、一回裏表逆にしてやってみましょう。Hey Siri. 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 Siri. Hey Siri. 無視されたんで体感でやってます。今度はね、マットな面を水面にね、浮かして90秒ぐらいやりました。そしてね、スプレーがほらかけると馴染みが出てくるでしょ。綺麗にピヤーンってなるの。そしてね、こう斜め45度に沈めるそうです。できた。ほらできました。こうやってやるんだと思って、これね、初めてできた時はね、すげえ気持ちいいです。そしてね、このイージーグラフィックめっちゃハマります。これめっちゃハマります。そう、本来ならね、この後この転写したやつをね、水につけるんです。引き水っていうのに、ね、つけるんですけど、ちょっとね、今はね、実験なんで。そしてね、安いシート、これでもできるのかなと思ってね、ちょっとやってみます。さっきはね、高級なシートですね。日本メーカーから買った高級なシートです。これはね、バーングッドで買ったね、すっごい安いやつ。本当に安かったな、これな。これでね、ちょっとやってみましょう。ちょっとカーボンの柄がちょっと薄い感じですね、こっちはね。これでね、先ほどと同じ90秒のタイマー。90秒浸してみましょう。
いい感じでね、馴染みますよね。うわ、すげえ馴染むと思って、見ててください。血でもいけるじゃん。そう、安いシートでもね、できました。本当に遜色ない。高級なシートでも遜色ないです。柄がちょっと薄いぐらいで、いや、できるんだと思って。ほら、柄がちょっと、なんていうのかな、ちょっと薄いでしょ。それぐらいかな。なのでね、シートはね、安くてもいいと思います。そう、定着剤が良ければシートはね、安くてもいいんだと思ってね。もうね、手順がね、分かったんでね、どんどん作業を進めていきましょう。今回はね、もう、なんていうのかな、実験ではないのでね、引き水きちんと用意します。隣がね、ぬるま湯28度に設定したね、ぬるま湯です。その隣にね、水をね、用意しておきます。引き水ってもうただの水です。転写した後にね、あれにね、浸しておくんです。今のように定着剤かけて、定着剤かけた後もね、ちょっとね、待った方がいいかもしれないな。馴染みが出るまでね。でね、斜め45度、これを意識しながら、これね、まっすぐね、こう部材を入れるとね、空気が入ったりするのでね、だから斜め45度なのかもしれない。ほら、うまくできるでしょ。これね、その後にね、すぐね、水に浸しておきます。引き水はね、本当に普通の水です。ぬるま湯でも何でもありません。普通の水にね、浸しておきます。これね、本当に、イージーグラフィック、めっちゃハマります、これ。ね、楽しい。本当にね、楽しいです、これ。まあ、本当に簡単に柄、転写することができるのでね。まあ、思ったんですけど、やっぱカーボン調だとね、そのカーボンの模様がね、伸びたりするんですよ。なのでね、やっぱりこの、転写するんであれば、木目とか、ああいう方がね、やりやすいかもしれないです。木目調ならね、別に柄が伸びてもいい具合になるんでね、カーボンだとちょっとこのカーボン柄がうまく出ない時があります。まあね、もうあとはね、手順がもう分かったんで、どんどん流れ作業です。引き水にね、入れる時間は3分ぐらいだそうです。なのでね、その間にまた違うパーツをね、どんどんね、転写して、その後に引き水に入れて、でまたその後にね、引き水に入れておいたものを洗うっていうね、どんどん流れ作業に、ね、なっていきます。どんどんね、やっていきましょう。もう手順さえ分かれば、ほら、見てるだけでもね、気持ちいいんですわ。ふいってなるでしょ。ほら、気持ちいい。ほんと気持ちいいんですよ。でね、その後にね、すぐ引き水に入れておいてください。でね、手がね、本当に手にもね、めっちゃつきます。爪がね、ほんとカーボン柄になったりしますから、まあ本当に洗ってればね、洗うっていうかこう、スポンジの裏でね、こすってれば落ちるんですけどね。そしてね、引き水に入れといた3分ぐらい経ったね、転写し終わったやつ、ぬめりがあるんです。このね、ぬめりをね、取ってください。多分このぬめりでこの、なんていうのかな、柄をこう押さえつけてるんだと思うんだよな、きっとな。で定着剤はまあボンドみたいな感じなんだと思います。そう、このね、ぬめりをね、きっちり取ってください。ぬめりがこう取れるとね、一気にこう滑りが悪くなってきますね。そうするとね、ぬめり取れてます。この時もね、優しく洗った方がいいです。結構意外とね、剥がれないんですよね。剥がれそうなイメージなんですけど、意外とね、剥がれないです。なので、でもね、結構優しめに洗った方がいいです。くっついてないとこ結構剥がれてきたりしますんでね。これね、本当に気持ちいい作業でした。これハマるなぁ。これめっちゃハマります。でね、またこれうまくいくとね、すげえ気持ちいいんだ。本当に。まあね、あとはもうね、しっかり乾燥させて。で、同じ手順ばっかりなんでね、あと残りのパーツは全部ね、スキップします。ほら。このね、大きい方はね、やっぱりちょっと難しいですね。大きい方は2人いた方がいいかもしれないな。
ほら、わかります？カーボンの柄、伸びてるでしょ？ああいうことがね、起きるんです。カーボン調だとね、結構ほら、カーボンの柄伸びちゃうんだよね。ああいうことが結構起きるので、このイージーグラフィックはカーボンにはあんまり向かないかもしれない。カーボン柄はね、ちょっとね、まああんま気にならないですけどね。木目とかね、そっちの方がね、いいかもしれないです。これだけこんなにやったからね、全部外しました。至るところ全部カーボンにしてやろうと思ってやりました。あとはね、乾燥させて、この上からクリア吹きます。クリアもね、ウレタンクリアの方が多分いいでしょう。普通のラッカーだとちょっと塗膜が弱いんでね、ウレタンでクリア吹いた方がいいかもしれないですね。まだこれはね、クリア吹いてない状態です。次回ね、このクリア吹く作業入っていきます。クリアもね、多分、なんとかな、ほら。わかります？カーボン。ちょっと伸びてるでしょ？ああいう風になるからさ、カーボン調はちょっとね、水転写。うまくやらないとね、ああいう風に伸びたりしますから。話が飛びましたけどね。この後ね、クリア吹けば、ツヤが出て綺麗になるんでしょう。次回はね、なんていうんだ、そのカーボン調にクリア吹いてね、パネルの完成っていったところでしょうか。で、今回ね、イージーグラフィック、何せやってみたかったんです。やってみたかったんですよね。でね、やってみればね、意外と簡単です。意外と簡単。で、手順さえ、そしてポイントさえ押さえればね、誰でもできると思います。そのね、きちんとしたそのポイントっていうのをね、ちょっと今まとめてみましょう。そう。シートのね、裏表はきっちり確認しましょう。定着剤はちゃんとしたものを。水温は28度に90秒。定着剤はね、気持ち多めでもいいです。シューでいいですね。あとはね、斜め45度に部材を投入して、その次に引き水に3分浸します。で、ぬめりをね、きちんと洗って、でね、自然乾燥後クリアっていう感じかな。やっぱりそのシート自体はね、安くてもいいような気がします。いろんなシートね、バングッドさんとかね、あとはね、アリエクスプレスでも売ってます。あの辺だとね、ちょっと時間かかりますけどね。別に日本の高級なね、メーカーのシート高いですからね、それじゃなくてもいい気がします。その耐久度とかはね、まだよくわからないですけど、柄なんかすごくいっぱいありますからね。一番大事なのはね、定着剤。これがね、大事な気がします。あとね、やってるうちにね、本当に慣れてきます。だからね、結構いろんなものにね、応用効くと思うんですよね。車のパーツだけではなくね、いろんなものできると思います。結構ね、やるとね、ガチでハマります。皆さんもね、結構いろんなね、ものにちょっと転写試してみてもいいかもしれないですね。次回はね、これにね、クリアを吹いて、で、またパネル。そして次はアルカンタラの生地の張り替えとかかな。インテリア関係、スカイラインのね、インテリア関係をね、進めていきたいと思います。次はね、また動画いろいろ用意してありますのでね、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。